お元気ですか？寝不足の時とそうでない時のポテンシャルの差が激しいスタジオ羽です。皆さんこんな絵描いてみた、もしくは描いてみたいって思われたことありませんか？今回の動画は絵柄としてこんな感じに仕上げてみたいのお役に立つような動画となっておりますので、もしよかったら最後まで修行ともによろしくお願いいたします。今動画で見ていただいたようなこういった描き方は、油絵の道具でこういうナイフ、パレットナイフ、ペインティングナイフみたいなのを使って描いております。これはロイヤルホームセンターとかにも似たようなのが売ってありますので、100均にもありますので、お試しであればそちらで十分かなと思うんですけれども、ステンレスでできていていろんな効果があります。ちょっとその効果、こんな感じ。これ面白いですよ。こんな感じ。こんな跡残ります。これで鳥の羽とか描いたら面白そうじゃないですか。ね。で、これは小さい小ぶりのサイズですね。こういう感じで。細いから、寝かして太いまでいけますね。面白いでしょ？こんな形のもありますよ。もうこんなんスタンプしても面白いかもしれないでしょ？なんか生まれそうじゃないですか？これが一番スタンダードな形になるんですけれども、油絵でいうパレットナイフ、ペインティングナイフ、それらのものなんですけれども、ロイヤルホームセンターとかで、いろんな安いのも売ってますし、何を使っても構いません。ただ、このステンレスでできてるのは、このたわみがあって、潰れにくいですし、いろんな使い方できるから、便利です。トン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 。トン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 。こんなこともできたりしますね。一番大きいのだと、これぐらいのサイズがあります。さすがにこれは、使いようがないので、今回は使いません。では実際に描いていきたいなと思います。このちっちゃいのをちょっと使ってみようかなと思いますね。はい。これと、で、これと、くらいかな。この3つあれば十分描けそうな気がしますね。よいしょ。で、使う絵の具は水彩絵の具。水彩絵の具でもできる。ね。水彩絵の具でもできるというところが大事ですね。はい。大事じゃないな。しかも、色はこの三原色ですね。僕の自分に合わせた三原色を使ってますけれども、ウルトラマリンとパーマネントイエローとクリムゾン。この3つですね。ちょっと渋めにしたいので、渋め三原色です。描いてみたいのはこちら。お城。お城です。下の方暗い感じで、奥はぼんやりと、霞がかった感じで、そこにそびえる、日の当たった、お城。これ描いていきたいなと思います。はい。作業としてなんですけど、この建物のアウトラインがある程度分かった方がいいかなと思うので、まずは周りから塗っていくようにしてみますね。枠、周りですね。画用紙の端になれば、ぼやけていってもらえた方がいいかなと思うので、この四隅にたっぷりと水引きしています。紙の方はですね、クレスタ使ってます。クレスタ。頑丈だから。水彩なんですけれども、ナイフ使いますので、紙が頑丈じゃないとダメですね。クレスタ使っていくのは、理由は頑丈だからです。はい。頑丈は大事ですね。はい。あとここら辺も広いですね。広いところ。ざっくりとアウトライン作っていきますね。よいしょ。これがあまり精度が良くなくていいっていうところが、この書き方の、美味しいところです。精度を高めないといけないってなると、一気に面倒に感じますね。
このままぼやけてってもらいましょう。よいしょ。後でね、白で起こしても別に問題ないんですけど、白。ナイフ使うって言いながらね、出だしはね、下書きがてらにナイフ使いませんね。筆です。コントロールしやすいから。全部が全部使う必要ないのでここぞという時に使えたらいいかなと思います。ここら辺一色とにしましょう。で、もう、大きくいったらいいですね。幻想的にいきましょうね。よいしょ。それで、ここら辺にあるっていうのがね、わかりますよね。はい。で、下の方が暗いですから、しかも、なんか、ぼんやりしてる感じですね。それは、うーん、出だしにちょっと細工だけしときましょうか。この濡れてる状態の時、チャンスですね。ここら辺火が当たっているっていうことを表してます。金の粉をちょっと散りばめましたね。もうちょっと全体的に入れてみましょうか。濡れてる間に、この四隅とかちょっと強めに入ってても綺麗かもしれないので、四隅入れておきます。まるで金の額装がされているかのような感じになったら面白いかなと思うので、面白さ優先で考えてますね。で、ここからついに始めます。単色のウルトラマリンでいきますね。このまま、直線的なところをぎゅーんと引いていく感じです。このエッジが役に立ちますね。で、そのまま下の世界にダーンと混ざってってくれたら正解っていう感じです。ここ屋根が複雑なんですね。ギュンと三角形になってますので、三角形に押していく感じですね。よいしょ。押してってます。じゃん。こういう、ちょっと白で抜く作業が苦手な方は、後からホワイトで書いていってもいいかなと思うんです。今回はあえてちょっとめんどくさいですけど、省いて、白抜きセルを、白を使わずに、まあ、実際どんな感じになるのかやってみたいなと思いますので、ざっくりで、あくまでざっくりでいいです。ザクザクと書いていった方が、なんかそれらしく、やっぱり手で書いてる仕草。ああ、これは、どんな作業したんだろうって、絵ですからね。絵の中で、ああ、なんかこんな作業を作家さんされたんだなっていう感じでね、受けてもらえるのが一番ですから、ここはみ出したりとかしても別にいいわけです。こんな感じですね。ふわふわっと書いていってます。で、ここに段がありますので、この段も、このまま勢いよく書いていきますね。よいしょ。ここ影になってますよ、と。勢いです。よいしょ。火の当たってるところの影は、そこまでじゃない。ナイフ。ナイフはこうやって細い線も描きやすいですから。火の影がポンポンポンと登ってきてるのを描いていきます。よいしょ。これもナイフの作業を残す感じになったらいいかなと思います。まあ、ぼんやりですけれども、なんか、それらしい感じに見えてきましたね。さすがに細かいところとかは、プラスアルファで、こういう風に、色を、ちゃんと、きっちりと足していっても構いませんので、窓とかですね、トントントン、トントンってついてるところとか、印象ちゃんとさせたいなっていうところは、こんな感じでトントントンとしてって大丈夫です。大丈夫なんです。絵は何でも自由なので、何しても大丈夫。トントン、窓ですね。トントン。もうちょっと青みがけましょうか。トントン、トントントン、トントン。何階建てですかね、これ。すごいな。
爽やかな絵にしたいので、影のところとか青の色をちょっと強めにしときましょうね。こんな感じで。トントントン。あとは全体的なバランスですね。色が急に濃くなりすぎたりとかするところがあると良くないですので、全体的に、あ、ここはそれぐらいの色ついてた方がそれはいいわなっていうところは、書き足していってる状態です。こんな感じですかね。で、あとは手前の方をもう少し色つけていきますね。こんな感じで色は入れるんですけど、ナイフで一気に落としたい動きがあるので、ナイフにアウトラインは委ねていこうかなと思います。木なので、縦に伸びてるのと、こういう、この、もくもくもくとなってるのをトントントンと、スタンピングで表していきます。この作業が面白ければ面白いほど、絵としても面白くなるので、ものすごい青色が欲しくなってきたので、ものすごい青色を散りばめます。はい。できました。幻想的な絵出来上がりましたね。ナイフで描くとこんな感じで、仕上げることができるので、もしよかったら皆さんもチャレンジしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。この動画を見て、もっとたくさん絵を学びたいと思っていただけたら、絵を描くことが好きな優しい仲間たちと共に、メンバーシップ羽サンガで楽しく絵画修行いたしませんか？スタートはいつからでも大丈夫です。もっと上手くなりたい、自宅で学びたい、など興味のある方はぜひお待ちしております。暗い街角で影を描く体の弱さが筆に宿る足が止まった成長の先に新たな